やっぱりレジリエンスは、そういう意味でも必要ですね。落ち込んだ時に、またこのメンタルを正常な状態に戻す力であるわけで、レジリエンスを鍛えたからといって、相手を理解しやすくなって、共感も得やすくなって、人間関係が深まるって感じですね。シンプルに心に余裕もできて、レジリエンスも高くなるって感じですね。その人が、レジリエンスを発揮するにはどうしたらいいだろう。信頼関係を築けるっていうのは、言わずもがな、良質な人間関係を構築できるってことですからね。あなたはメンタルを早く回復させる仕組みについて知りたくないですか？どうも、マインドオーガナイザーのクーです。よろしくお願いします。はい、今回のテーマですね。ズバリ、レジリエンスの定義と、レジリエンスが高い人の特徴についてですね。今回は仕組み解明会ですね。物事の本質をつかんで、成長速度を上げるには、まずはやっぱり仕組みを理解するっていうのが大事だと思うんで、そういう回ですね。How to 回と、How to って言っちゃうな。How to 回と、あと、仕組み回は、分けようかなっていう、お試しですね。はい、このチャンネルでは、脳科学や心理学、マインド改善法を通して、脳を鍛え、メンタルを安定させ、思考を整えれば、最強になれるっていうコンセプトでやってますね。自分の価値観に気づいた上で、自己成長をする、自分の能力を最大発揮するのを自己実現って言うんですけど、一言で言えば強くなるですね。精神的に人間的に強くなる方法を発信しております。もしこの動画の内容が良かったら、チャンネル登録、高評価お願いします。さて、今回のテーマですね、レジリエンスについて。このチャンネルのコンセプトは先ほども言った通り、精神的に強くなるっていうのがあるんですけど、それにはもうタフネスというか、メンタルの回復力とか、そういう、自分のメンタルを安定させる方法を知るのも重要な、核の一つですね。ということで、その中でも大事な概念の一つである、レジリエンスについて、説明していこうかなっていう試みですね。そうだ。ちなみに、オーラリング買いました。ちょっとかっこいいでしょ。ちょっとかっこつけすぎか？いくつか参考にしてるチャンネルがありまして、3人ぐらいこれつけてて、なんかいいなと思ってていました。心拍数とか血中酸素とか、あと血圧も測れるんですよ。すごくない？あと一番欲しい機能が、睡眠の質ですね。今は、浅い眠り、深い眠りみたいな、そういうのが測定できる。つけたまま寝るとね、左手の人差し指がいいらしいですね。なんで、とりあえず左手の人差し指につけてますね。シンプルにテンション上がるよね。近未来って感じで。はい、ということで、ちょっと余計なことを話しました。今回話す内容ですね。レジリエンスの定義とは、で、レジリエンスの必要性ですね。なぜレジリエンスが有効なのか、メンタルの安定に欠かせないのかですね。と、3つ目が、レジリエンスが高まる仕組みですね。レジリエンスっていう、メンタルスキルですね。脳のどこを使って、発揮されるのかとか、そういう仕組み系ですね。この動画の核になる内容ですね。で、4つ目が、その高まる仕組み、レジリエンスの仕組みをうまく使っている人の特徴ですね。レジリエンスが高い人はこういう特徴があるよっていう、メリットを合わせて紹介するみたいな内容かな。はい。で、この動画に向いてる人ですね。もちろん自己成長を求める人全員には見てほしいんですけど、特にその中でも傷つきやすくて、引きずりやすい人ですね。ネガティブな感情を。で、二つ目が、メンタルコントロール、感情のコントロールとかですね。が上手くなりたい人。レジリエンスを鍛えることで、上手くなりますね。で、三つ目、このチャンネルのコンセプトでも核でもあるんですけど、精神的な強さを手に入れたい人ですね。やっぱりゲームとかも何でもそうだけど、自動回復する敵とかってめっちゃ強いじゃないですか。自分も含めて、自動回復スキルとかあったら、回復力みたいな。だからパーティーの中で回復役は真っ先に潰すみたいなね、戦略とかあるんですけど。この例えちょっと伝わるかな。な感じですね。回復役はいた方が、全体的に強くなるので、やっぱりレジリネスは、そういう意味でも必要ですね。で、4つ目がシンプルに立ち直りが早くなりたい人ですね。傷つきやすくて引きずっちゃうってのも似てるんですが、シンプルに、頭の切り替え、思考の切り替えが上手くなるのでね、レジリエンスを鍛えることで、そういう人にもおすすめですね。はい、サクサクっといきましょう。まず1個目ですね。レジリエンスの定義についてですね。レジリエンスとはつまり何ぞやって話ですね。レジリエンスってのはわかりやすく言うと、先ほどもちょっと言ったんですけど、精神的なしなやかさとか、あとはメンタルの回復力とかですね。よく出てくる例えが竹なんですけど、竹ってもう強い風が吹いてもしなるだけで、結局最後には戻るじゃないですか。折れずに。そんなイメージですね。弾力があるからこそ、折れにくいみたいなね。
しなやかさが強さみたいな感じですね。その精神的なしなやかさ、どんなに圧力がかかっても折れない心を作るっていうか、そういうメンタルスキルがレジリエンスですね。逆境に負けないしなやかな心っていう意味でも使われてて、言い換えれば困難への適応力ってのもレジリエンスの特徴の一つと言えますね。どんなに強いストレスがかかっても、完全に折れることがなく、どんなにネガティブに一回落ち込んだとしてもまた立ち上がって前向きな思考、前向きな精神状態ですね。で戻ることができるっていうのが、レジリエンスがあるってことですね。つまりごちゃごちゃ言ったんですけど、レジリエンスが高いってのは、立ち直りが早くなるってことですね。シンプルに考えたら。そこから、落ち込みからの精神的な回復力イコールレジリエンスと言われることが多いですね。レジリエンスの起源ですね。大元出発点は、1970年から研究が始められたと言われており、きっかけは、子供、戦争とか、困難な貧困とか困難な状況にいる子供たちの中でも、一部の子供たちは、健康的ですごいメンタルの強い、前向きな子とかがいるわけで、その環境に左右されない個の強さ、その資質とは何なのかっていう疑問から始まった研究らしいですね。全く同じ状況に瀕している子供たちであっても、その困難を乗り越えることを乗り越えない子、折れちゃう子と、あと強く前向きに生きていく子が分かれてたんですけど、それはなんでだろうっていう、何の資質の違いがあるんだろうみたいな、ここが出発点ってことですね。なんでレジリエンスの定義とは、大元の定義とは、逆境にいるにもかかわらず、その逆境に適応する能力とか、あとはプロセスですね。どういう段階を踏んで適応していくかってことですね。あとはその適応した結果、その逆境に適応した心の状態みたいな結果ですね。を全部含めてレジリエンスと定義されたのが始まりとされてますね。で、レジリエンスってなんで必要なのかと言われたら、ストレス社会と言われてるこの世界ですね。CM とかでもありますよね。ストレス社会に打ち勝つあなたにみたいなね。そう。仕事のプレッシャーとかもあれば、あとは将来のプレッシャー、進路どうしようかとか、あとは対人関係のプレッシャー、ストレスですね。こういう苦手な人がいるとか、こういう人と関わらなきゃいけないみたいなプレッシャーとかストレスですね。あとは、環境の変化によるストレスですね。慣れない環境による不安とかのストレス、いろんなストレスがある社会だと思うんですけど、そのストレスの中にいて、うーって窮屈にネガティブになった心でも、ある意味逆境じゃないですか。それを乗り越えていく力っていうのが、レジリエンスなんで、強く生きていくためには欠かせないスキルですよね。最初にも何回も言ってるんですけどね。また脱線するんですが、このチャンネルの私の癖なんですけど、同じ似たような話を何回も2度も3度もしちゃうっていうのがあるんですけど、そこはちょっとご了承ください。何回も言ったら覚えやすいんじゃないですかっていう感じで、なるべくカットはするようにしてるんですが、ちょっとお気になる人がいたらごめんなさいね。話を戻すと、ストレスだらけ、いろんなストレス、仕事のストレス、環境のストレス、人のストレスとか、いろんな、進路、将来に対するストレス、プレッシャーですね。を乗り越えていくためには、レジリエンスは欠かせませんよ。心のしなやかさ、回復力は必要ですよねっていう話ですね。で、ここでレジリエンスにおける重要なポイントですね。レジリエンスを構成する重要な要素ですね。欠かせない条件というか。で、1個目が、よくあるのが、レジリエンスってのは、打たれ強くなるわけではなくて、落ち込んだ時に、また、このメンタルを正常な状態に戻す力であるわけで、レジリエンスを鍛えたからといって、メンタルマッチョになるわけじゃないんですよね。ただただ回復、ゾンビみたいなイメージか。これ何でも跳ね返す、筋肉マンじゃなくて、どっちかというと何度打たれても立ち上がるゾンビみたいな能力ですね。ゾンビになる能力、ちょっとイメージとしてはそんなイメージですね。なんで注意点としては、レジリエンスだけ鍛えたからといって、鋼のメンタルが手に入るわけではないということですね。ただ、立ち直りが早くなるので、いつまでもネガティブな状態っていうのは、出しやすくなりますね。で、2つ目ですね。レジリエンスの起源でも言ったんですけど、個人によって差があるから、個人的な能力、生まれつきなんじゃないかと思うかもしれないんですけど、そんなことはなくて、脳の回路、仕組みを使ってる、メンタル補正術でもないんですけど、メンタルスキルなわけなんで、仕組みを理解して、正しく鍛えれば誰でもレジリエンスの能力は高めることができます。実際に私もそうなんですけど、昔はめちゃくちゃ打ち込みやすくて引きずってみたいなのだったんですけど、今はもう本当に、そんなことか、みたいな。結構落ち込む時は何回かあるんですけど、でも立ち直るのはめちゃくちゃ早いですね。一日寝て起きたら、次の日はもう違うことを考えてるみたいなね。できるようになりました。ということで、誰でも鍛えることができるので、ご安心ください。で、レジリエンス3つ目
目の要素ですね。重要なポイントですね。レジリエンスを鍛えていく、逆境に耐えていくっていうのは、言い換えれば、逆境の中でも希望を見出せるっていう能力であって、その逆境があったからこそ、それを糧にして成長できるみたいな、逆境があったからこそ強くなれるっていう、こういうのを、レジリエンスグロースって言うんですけど、レジリエンスによる、成長ですね。そのままですね。そういうのを起こせるようになります。レジリエンスを鍛えることで。で、レジリエンスグロースとは何かと言われたら、辛い経験を乗り越えることで、そうですね。精神的な強さを手に入れるっていうことですね。あの時の辛い経験があったから、今はもう何があっても耐えられるみたいなね。乗り越えていける、心の強さがあると言えるようになるのが、レジリエンスグロースですね。レジリエンスグロースとは、辛い経験を通して、忍耐力がついたり、あとは、人間関係が深まったり、辛い経験を一緒に乗り越えたからこそみたいな、その痛みを分かるからこそ、相手を理解しやすくなって、共感も得やすくなって、人間関係が深まるって感じですね。で、あとは、感謝の気持ちが、増大しやすくなるですね。子供の頃によく生きるか死ぬかの経験、病気とか事故とかでですね、経験したからこそ、いろんなものに感謝できるようになったみたいなね。子供の頃に限らずね、命があってありがとうみたいなね、経験をしたからこそ、いろんなものに感謝できるようになったとかはよく聞く話ですよね。そういうのもレジリエンスグロースですね。で、よく言われてるのが、ストレス耐久値との違いは何かですね。レジリエンスと対をなす概念でもないですけど、よく比較されるみたいな。自己肯定感と自己効力感みたいな感じですよね。ストレス耐久値ってのは、読んで字のごとく、ストレスの耐久値ですね。こっちがもうあれですね、鋼の鎧でもないですけど、防御力、精神的な防御力がストレス耐久値ですね。ストレスにどれだけ耐えられるかですね。HP でもあるのかな、そうですね。どっちかというと防御力というか HP かな。防御力プラス HP って感じですね。ストレス耐久値が高い人ほど、ストレスを感じにくく、落ち込みにくいというわけですね。そう考えると防御力の方が合ってるのか。ストレス耐久値は防御力ですね。レジリエンスは最初にも言った通り、回復力ですね。落ち込みからの回復ですね。メンタルをネガティブな状態になってもまた正常な状態に戻す力がレジリエンスですね。で、ストレス耐久値は防御力で、レジリエンスは回復力ってことですね。二つの違いはこれですね。で、落ち込みにくさがストレス耐久値で、その落ち込みからの回復力がレジリエンスですね。で、ここでいよいよ、レジリエンスが高まる仕組みですね。大きく分けて2つですね。脳科学的アプローチと心理学的アプローチの2つのアプローチ方法があります。冒頭にも言った通り、仕組みを理解することで、学習スピードとか成長スピードとか上がるので、ぜひ参考にしてみてください。で、脳の仕組みとしては、レジリエンスを成長させる鍵は、理性を司る領域と、感情を司る領域ですね。の2つのこの連携、理性と感情ですね。強固にするってことですね。で、理性を司るっていうのは、このチャンネルで何度も出てきてるんですが、前頭前野ですね。脳の司令塔と言われてる、思考したり判断したり、とか、あとは感情のコントロールとか、あとは言語表現とかですね。あとは問題解決能力とか、人間の高度な知性っていうんですかね。文明を築き上げたり、問題解決したりっていうのは、この前頭前野が発達してるおかげで、その中で理性も司ってるわけですね。理性ってのは感情的にならずに、論理的に思考するってことですね。で、落ち込むってのは何かって言ったら、ネガティブな感情の一種の暴走でもあるわけじゃないですか。ネガティブ感情からずっと支配されるみたいなね。不安とか怒りとか悲しみとかですね。あとは傷つく、昇進とか、そういう感情が大きくなっても、それをうまくコントロールする。で、前向きな思考、建設的なことに目を向けられるようになるのが、前頭葉が、活発になってる、強くなってるおかげっていうのはありますね。前頭葉を鍛える方法については、音読とあとブレインダンプがおすすめですね。過去に動画にしてますんで、もしよかったら、トップページに行っていただいて、動画一覧の中にあるので、もしよかったら見てみてください。すでにチャンネル登録していただけると非常にモチベーションになります。ちゃっかりね。大事大事。で、二つ目、感情を司る領域ですね。これは主に扁桃体って言われるところですね。感情は扁桃体だけではないんですけどね、出てるのが。扁桃体ってのは何かと言われたら、何か命の危険が迫った時に、感情を出すことによって、恐怖とか不安ですね、を出すことによって、危険が迫っていることを知らせる、脳の警報装置みたいな役割を担ってる脳の部位ですね。危険だ、こいつは勝てねえ。戦ったら死ぬみたいな。急いで逃げなければみたいな。あとはやらなきゃやられるっていう判断を瞬時に下せるのも、そういう怒りとか恐怖とか、不安とか、そういうネガティブな、そういう警告になるような感情が出るからで。
そういう感情を出すのが、扁桃体ですね。特に扁桃体ってのは、ストレスにかかると、活発になるっていう性質があって、ストレスにさらされると、ストレスに対抗するため、体を守るために、ストレスホルモンと言われるコルチゾールが出るんですけど、それが出やすくなるって感じですね。コルチゾールっていうのは免疫力高めたり、集中力を上げたりとか、いろんな体を守る機能があって、ストレスを感じた時に出ないとちょっと逆に危ないんですけど、出過ぎても体に負担がかかるので良くないと言われてるんですけどね。この扁桃体が暴走しちゃうと、先ほども言った通りネガティブな感情がいつまでも消えずに、なんか落ち込んだ状態みたいなっちゃうんで、ここを抑制する必要があるわけですね。で、そこで大事なのが、先ほども言った通り、前頭前野を活発にさせるってことですね。前頭前野を活発にすることで、扁桃体を抑制して感情をコントロールしていくって感じですね。で、3つ目に大事な脳の部位が、海馬と言われるところですね。海馬とは、記憶とか学習とか、司る、結構有名ですよね。記憶と言ったら海馬みたいなね。ブルーアイズのホワイトドラゴンとか、そっちの海馬じゃなくて、同じ字なんですけど。このネタ、とりあえず、はい。海馬の役割ってのは、本来の役割ってのは、生存パターンを覚えるってのがありますね。あと、危険なものを覚えるとかね。この生物に近づいたら危険だみたいなとか、あとこの状況は危ないとか、この状況だったらこれをすれば助かるってのを覚えておく。生存パターンを覚えておくことで、生存確率を上げる。その時に、使われてるのが海馬が本来の役割ですね。で、海馬が発達してるおかげで、その逆境を乗り越えた時の、経験体験ですね。学びってのを、学習として体感、大事な記憶として、留めておきやすくなり、同じ逆境とかストレスにさらされた時でも、うまく、これは知ってるパターンだって言ったらすぐ対処できるようになるってのがありますね。シンプルに、多くの辛い経験とか困難を乗り越えてれば、修羅場をくぐってくるってやつですね。シンプルに心に余裕もできて、リジリエンスも高くなるって感じですね。なんかある出来事があって落ち込んでも、でもこれ前もあって解決したよね。じゃあもう大丈夫だわ。ピュンみたいなね。で、心の仕組みとしては3つありますね。心理的な仕組みですね。1個目がよく出てくるのが自己効力感。2つ目が認知の柔軟性。3つ目が社会的支援ですね。自己効力感ってのはよく出てくるんですけど、一言で言ったらやればできるっていう自分の能力とか力への信頼ですよね。なんで困難に直面した時、きっと私なら乗り越えられるはずだって、自己効力感が高かったら、感じられるので、レジリエンスには欠かせない要素ですね。自己効力感があることで、困難に直面してもくじけずに、自分のできることに集中できるって感じですね。自己効力感についてはまた後日詳しく動画にするつもりなんで、ざっくりとしか言わないですが、自己効力感を高めるポイントは、2つだけ説明しておきますね。1個目は、よくある、小さな成功体験を積み重ねるですね。日常的に大量にあとちょっとでクリアできるみたいな。簡単な課題をクリアしまくるっていうのは大事ですね。何でもいいんですよね。ちょっとしたことを本当に簡単にできるちょっとしたことで、もう達成したっていうのを積み重ねていけば、私はやればできるんだみたいなね。育っていくというか、育っていきやすいですね。あとは、2つ目が人の役に立つことを積極的にするですね。人の役に立つっていうのはちょっと曖昧かもしれないですけども、精神的心理的な、負担を減らしてあげることですね。これやってくれたんだ、助かるよ、みたいなことを、自分目線でも相手目線でも、考えてやってあげるって感じですね。私だったらこれをやってもらったら助かるな、みたいなことを、率先してやってあげる。そうして、人から感謝されるっていう経験が増えていけば、自己効力感も高まっていきますね。で、2つ目ですね。心理的柔軟性ですね。物事を多角的に見るですね。ずっとネガティブな方向ばっか見てたら、ネガティブな状態がずっと続きやすいんですけど、でも視点を切り替えて、ポジティブなところを見れるようになることで、また前向きになって、立ち直っていけるので、この心理的柔軟性もレジリエンスにおいては重要な要素ですね。例えば、失敗を失敗だと思わなければ失敗ではないってよく言われる、トンチみたいな名言がありますけど、ああいうのもレジリエンス的な考え方と言えますね。もう失敗をただの終わりとか、自分の恥とかと言って終わらせるんじゃなくて、失敗したことで、よく言われるのが、貴重なデータが取れたとか、よく言うじゃないですか。この失敗したおかげで、同じ境遇になった時にすぐに対処することができるとかね。あとは、この困難は必要な試練だったとか思えるようになれれば、ネガティブな状態から、ポジティブな方向に、思考転換できるって感じですね。心理的柔軟性は大事ですね。3つ目ですね。もうこれもレジリエンスを高くする
ためには、欠かせない要素と言われてるんですけど、社会的な支援を得るってことですね。一言で言ったら、信頼できる人を増やす。信頼できる人を一人でもいいから、つながりを持っとくですね。この人だったら、なんか愚痴を何でも言えるみたいな、安心して相談できるみたいな、悩みを打ち明けられるっていう人が、一人でもいれば、それがセーフティーゾーン、心のセーフティーゾーンになって、落ち込んでもまた立ち直れるっていう、誰か一人でも味方にいてくれる人がいるっていうだけで、心を立ち直りが早くなるって感じですね。ここでいよいよ本題ですね。レジリエンスが高い人ってのはどういう特徴があるかですね。サクサクっといきましょう。大きく5つあります。1個目が、仕組みでも言った通り、自己効力感、自己肯定感が下がりにくいですね。で、2つ目が、楽観的思考ができる、前向きな思考ができるですね。で、3つ目が、感情のコントロールがうまい。4つ目が、出来事に意味を見出せる。で、5つ目が、良好な人間関係を築けるですね。この5つは、仕組みの中で、説明したので、大体、レジリエンスを鍛えればそうだよなっていう感じなんですけど、1個ずつ説明しますね。実例としてね。はい。1個目の自己肯定感が下がりにくいっていうのは、ネガティブな状態、困難に直面しても、ポジティブな要素を見つけて、また立ち直るのが早くなるのがレジリエンスなんで、自己肯定感っていうのは、自分、欠点とか長所とか全部含めて自分の存在自体を、肯定的に受け入れられる、自己否定してないっていう感覚ですね。ネガティブになっても、ポジティブに思考を切り替えられるんで、失敗しても私なら大丈夫、私なら乗り越えられるっていう、考えられるんで、自己否定癖というか、自己否定する、理由も減っていく。で、必然的に自己肯定感も下がりにくくなるって感じですね。で、2個目は似たような感じなんですけど、どんな状況にいても私ならきっと乗り越えられるっていうポジティブな考え方ができるっていうのがありますね。レジリエンスが強いことで。前もこういうことあったしな、今回も大丈夫だろうみたいなね。こういうのも楽観的な思考の部類に入るんですけど、そういうのが得意になっていきますね。どんな状況にあっても必ず最後はどうせうまくいくし、みたいな考え方ができるのもこの楽観的な思考、レジリエンスが高い人の特徴と言えますね。そういう人たちってできないことに目を向けずに、今私がこの場でできること最善策をやるっていう判断ができるのが上手っていう特徴もありますね。もうできないことで悩まない。もうできることだけに集中して、状況をうまくいったらいいな、みたいな。うまく変えられたらいいな、みたいな考え方ができる人が、レジリエンスが高い人ですね。どうしようもないことでくよくよ悩まないっていうことですね。楽観的な人はね。で、3つ目が、感情コントロールがうまいですね。レジリエンスの高さとは、感情コントロールのうまさとイコールって言ってもいいぐらいなんで、先ほども言った通りネガティブな感情にいつまでも支配されない。また、ネガティブな感情になっても、ポジティブな感情を呼び起こさせるのがうまい。感情のコントロールですね。がうまいのが、レジリエンスの高い人の特徴ですね。で、4つ目が、出来事に意味を見出すですね。さっきも言った通り、失敗を失敗だと思わなければ失敗ではないみたいな感じですよね。必要な試練だったって思える。この失敗を糧にして次頑張ろうと前向きに考えられる人が、レジリエンスが高いと言えますね。で、5つ目、最後ですね。良好な人間関係を築くのがうまいですね。レジリエンスの高い人は、ネガティブな感情にいつまでも支配されない。精神的な余裕があるというか、人のネガティブな感情も受け入れられる度量があるというか、この人怒ってるな、でもこういう状況なんだろうな、ちょっとかわいそうかもなって思えることで、その人の感情を別の視点から、ただ怒ってる、攻撃されたムカつくじゃなくて、なんで怒ってるんだろう、こういう原因があるのかな、なるほどね、こういうことで怒ってるのかっていう、その人の感情の根源にあるものを捉えて、その人がレジリエンスを発揮するにはどうしたらいいだろうっていう考え方もできるようになるので、人間関係、信頼関係を築きやすくなるって感じですね。相手の痛みとか、根底にあるもの、その感情が暴走している理由への理解力も高まるので、信頼関係を築きやすくなるっていうのがありますね。信頼関係を築けるっていうのは、言わずもがな、良質な人間関係を構築できるってことですからね。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回は精神回復力ですね。レジリエンスについてお話しさせていただきました。結論、レジリエンスが高い人は、前頭前野が発達してて、活発で、感情コントロールがうまくて、どんな困難、ネガティブな状況でも意味を見出せる人ですね。ネガティブな状況でも、ポジティブな状況に捉えられる。ネガティブ感情をポジティブ感情に変えるのがうまいっていうのが、レジリエンスの高い人の特徴でした。今回は定義とか、高まる仕組みとかについて話したん
んですけど、次回は後半でもないんですけど、実際にレジリエンスを高めるステップと、あとはレジリエンスを高めるおすすめ習慣ですね。あとはレジリエンスに関する実験とか、科学的なエビデンスですね、も説明していこうかなって考えております。なんで今回の動画が面白かったなっていう人は、ぜひチャンネル登録して次回の動画も見てみてください。あとはいいねボタンとか、あとはシェア、コメントなども大感激です。めちゃくちゃ嬉しいです。ぜひ皆さんもレジリエンスを高めて、立ち直りの早いメンタルマッチョを目指してみてください。あと自分こういう系の自己成長に関する同じ内容ですね。脳科学、心理学、マインド改善法に関するブログを書いたり、あとは生きる目的を見つけるための本ですね。情熱の見つけ方、使命感の見つけ方とか、あとは自分の価値観診断とかを書いた、電子書籍、道しるべっていうのがあるので、ぜひこちらも読んでいただけると、今後の人生のためになると思います。ぜひ見てみてください。はい。てなわけで、また次の動画でお会いしましょう。くーでした。またね。